今回は新しい解説を始めていくよ。新しい解説、何をするつもりだ？このチャンネルと言ったらプロ野球しかないでしょ。と言っても今回のはもっと根本的なものだけどね。どういうことだ？これまでは、12球団の各歴史を解説してきたけど、その歴史の原点である、プロ野球の歴史を解説していくことにするよ。プロ野球自体の歴史ってことか。でもそれだとかなりの情報量になるんじゃないのか。毎年色々なことがあるんだし。まあそこは、年代別で小分けにして、できるだけ見やすい動画時間を目指すつもりだよ。それでも大体10分程度を考えているけど、それじゃあ今回はどのあたりを解説していくんだ？今回は第1回目だからね、今現在のプロ野球ができるところまでを、解説していけたらと思っているよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。日本で初めて野球が行われたとされているのは、1871年9月30日に、横浜の外国人居留民と、アメリカ軍艦、コロラド号の乗員との間で行われた試合が初とされているよ。試合が行われた球場は、現在の横浜スタジアムで、横浜で発行されていた英字新聞の、ジャパンウィークリーメール紙にて、横浜で初めての野球の試合が、9人のアメリカ人居留民と、アメリカ軍艦、コロラド号から選ばれた9人との間で行われた、と書かれていたよ。行われたってことは、実際にこの時は日本人がプレイしているわけではなかったんだな。そうらしいよ。それで実際に日本に野球が伝わるのはこの翌年で、1872年頃に、第一番中学、現在の東京大学の外国人教師、ホーレス・ウィルソンによって、学生たちの間に野球が広まるよ。その後、打球鬼ごっこという名で全国的に広まったそうだよ。鬼ごっこ、まあ見ようによっては野球も鬼ごっこに似ているかもな。ただ、当時の野球のルールは現在のものと大きく違っていて、ベースボールとしての当初のルールでは、21点を先取した方が勝ちとなっていたんだけど、それでは時間がかかりすぎてしまうために、現在の9回終了時に得点が多かったチームの勝ちというルールに変わったよ。それで、当時日本に伝わったルールでは、ストライクとボールの区別が曖昧で、その後1879年に区分が行われたんだけど、他にも現在のフォアボールが、9球ボールで一塁に進めていたんだよ。また、今現在の三振アウトも当時はなくて、途中から3ストライク目を、捕手が直接捕球した場合にアウトになるルールに変更されたよ。にしても、フォアボールの球数が今の倍以上だったなんて思ってもみなかったな。その後も、フォアボールに対して徐々に必要な球数が減っていったり、下手投げだけだった投げ方が、横手投げや上手投げが解禁されていったんだよ。なんていうか、昔は色々と試行錯誤してたんだな。まあさらに言うと、この時は打者が投手に投げるコースを指定してたからね、駆け引きなんてあったもんじゃないよ。他にも、守備や距離などの細かいルールがいくつか変更されているんだけど、上げるとキリがないからここでは省かせてもらうよ。なお、日本に野球を伝えたウィルソンは、2003年に功績を称えられ、日本野球殿堂入りを果たしているよ。その後1878年に、平岡博という人物が、日本初の本格的野球チーム、新橋アスレチッククラブを設立し、1882年に、駒場農学校と日本初の対抗戦を行っているよ。ちなみに、今でこそ皆が使っている野球という言葉は、明治期に俳人として活躍していた正岡子規が、1890年に名付けたとされているよ。そして時は流れ、1920年に初のプロ野球球団、日本運動協会が創設され、さらに翌年には、同じくプロ球団の天勝野球団が創設されたよ。ただこの2つの球団は、1923年に発生した関東大震災により、使用していた球場が使えなくなり、その後1924年に、両球団は消滅することになったよ。そして同年、阪神急行電鉄の社長が協会の解散を聞きつけ、その後協会を引き取ることを申し入れたんだよ。そして、全協会の理想を引き継ぐ形で、球団名を宝塚運動協会に変更したんだよ。ただこの球団も、昭和金融恐慌などの不況や、次に続く球団が現れなかったことから経営不振に陥り、1929年に解散したよ。今のプロ野球からは想像できない時代だったんだな。ただ予想外のことばかり起きてしまっただけなんだがな。その後は5年ほど空白期間があって、1934年に大日本東京野球クラブの東京巨人軍、現在の読売ジャイアンツが設立されたよ。そして翌年の1935年には、現在の阪神タイガースの前身である大阪タイガース、大阪野球クラブが設立。さらに1936年に、中日ドラゴンズの前身の名古屋軍、東京セネタース、名古屋金庫軍、オリックスバファローズの前身の阪急軍、大東京軍が次々と発足。
これらの球団と巨人、大阪により、日本初のプロ野球リーグとして、日本職業野球連盟が設立されたよ。なんだか急に次々と球団が誕生したな。そして現在のようなペナントレースが始まり、これが日本における、全国規模の社会人スポーツリーグ第1号となったよ。例えて言うなら、サッカーの J リーグや、バスケットボールの B リーグ、バレーボールの V リーグのようなものの第1号ってことだね。また、連盟が設立された2月5日は、後にプロ野球の日と定められるようになるよ。とまあ、今回は現在のプロ野球リーグができたところまで解説してきたんだけど、意外と時間が短く済んだね。まあそれでも、設立するまでに色々紆余曲折があったのは事実なんだろ。まあそんなこともあって、今年もようやく開幕したプロ野球、ウプ主も開幕するまでかなり心穏やかに、こうやって動画を編集していたから、今後は中継があったら編集どころじゃなくなるかもしれないね。いやそこは並行してどうにかやっていけよ。まあ約束はできないね。前処はするけど。それじゃあ今回はここまで、次回はどこまで解説していくかは未定だよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。